はい、こんばんは。第2夜になります。グラスホッパーですね。今日は音読グラスホッパーの話をしたいと思います。いきなりどうでもいい情報なんですけど、今再販のボディついてますけれども、これ実はシャーシがね、2001年にうさぎの工作室っていうね、僕のやってたホームページ上でプロジェクト G っていうね、旧車のシャーシをベースにその時手に入るツーリングカーのパーツで4読化していろんなレースに出ようっていうね、そういう企画をやった時に作ったモデルなんですよ。ベースは最初はその当時のタミヤさんの TA04 っていうツーリングカーの駆動系をこのギアボックスの中に組み込んじゃって、でベルトドライブのね、二次元速のグラスホッパーにしてたんですけれども、結局ね、なんでそれやめちゃったかっていうと、一番そのベルトドライブの何がダメだったかっていうと、モーターが逆転しないといけないんですよ。で逆転モーターで走らせてたんだけど、逆転モーターで現状のモーターの位置だとリアにね、トラクションが全然かからなくなるんですよ。で結局そのモーターの反トルクでそのグッとこのお尻を下に押し下げる力が働いてトラクションがかかってる。だからベルトドライブでなく現在はギアドライブの方に回帰したという感じになってます。どちらかというとバギーというよりはオンロードを走るための車からスタートしてるんですよ。まあこの普通のそのバギーに比べて足が短いんで、ね、走破性もそんなに高くないから、で、ジャンプとかもね、果敢にね、2連ジャンプとかね、飛んだりとかもしてたんだけど、なんせプラボディですからね、失敗すると割れちゃうんですよね。で当時ボディ再販される前だから、グラスホッパーのボディがね、ものすごい高騰してて、で1枚ね1万円ぐらいしたのねグラスホッパーのボディが、プラボディが。なもんで、そんなに損耗させたくなかったから、オフロードのコースよりもそのオンロードのサーキットの方をね、よく走ってました。前回ね、紹介したホーネットと、大体基本はリア周りのね、基本は同じなんですが、こちらの方はですね、競技に使ってたんで、ホーネットよりもちょっと一段階ちょっと突っ込んだ構成になってます。でリアはね、ほとんど変わらないんですが、中はですね、F ギアが WR02 ワイルドウィリーのデフギアになってます。密閉式のやつ。グリスで硬さ変えられたりとかね、するんだけど、何よりも刃研ぎが丸の F だとパワー上げていくと切るんだけども、こっちは中がね、金属ベベルなんで広がりにも強いし、密閉式だから、ちょっとパワー上げても耐えられるような感じのものになってます。ホーネットの方は DF03 のアップライトを使っているんだけども、こっちは TL01 っていうね、シャーシが昔ありました。それ用の流し用のアップライトがついてます。ついてるっていうかね、壊れないからね、ずっと引っ張ってるだけで、本当はね、アップデートして DF03 のアップライトをつけたいんだけども、そうした方がアッパーアームのセッティング幅が広がるんで、またそのうち部品を用意して変えたいところです。今のところね、これ使う競技がね、ないので、アップデートが止まってるんだけども、またちょっとそのうちやってみたいところ。フロント周りなんですが、フロント周りもね、DT02 のフロント周り使ってます。これアップライトも含めて、アップライトっていうか TC ハブですね、も含めて DT の部品を使ってます。で、肩周りだから、こちらはですね、こんな風にサスマウントを自作しています。カーボンプレートの上にポリカーボの、サスホルダー。これ自作したやつをくっつけてます。で、バッテリーホルダーもね、攻めていくとね、これ落ちるから、ノーマルのやつだと。で、そうならないように、ネジ止め式のカーボンファイバーの板になってます。これも、フロントは、スリングカー用ね、シリンダー
使ってるんですけれども、ダンパーシャフトの方はね、もうちょっと長いやつ。何のやつだっけな。DF02 のフロント用のサスシャフトだと思うんだけども、だから意外と1マイルのストロークはでっかいです。で、これ、切れもね、結構切れる。ダイレクトサーボセーバーなんだけども、結構切れてます。で、これも、ホーネットもそうだったけど、こっちも等変化がね、なるべくしないように。フルストロークしても、等変化ほとんどしてません。頑張りました。そういう風に。でこっちはね、実戦でも使ってたんで、3ミリのちょっと、ごっついパイロットがついてます。アンダーガードはホーネット同様の形状ですね。ミニジの開拓版で作った小型バンパー。グラスホッパーの方はね、ボディ外すのがね、大変めんどくさいんですね。虹で止まってます。そのおかげでシャーシーの合成の方はね、特にこう、なんていうか、シャーシー側の方になんか合体を追加しなくても、モノコックになってて、ひねれに強いんで、もう基本的にシャーシー周りは補強はしてないんですけど、とはいえ、フロント周りですね、この太いパイロットをクリアしたりだとか、させるためにですね、シャーシーブレース、作って、一旦そのシャーシーを2分割して、シャーシーブレースで繋ぎ直してます。ここを大きくちょっとね、避けるような形になってます。ただ、これもノーマルの、なんだっけ、シャーシーの、ノーマルのボディのカットラインをね、少しだけちょっと削り込んであるんだけど、大きく変えない形で、ダンパーステーがつくように打ってあります。サーボは、755ですね、サーボ。もう20年前から、このサーボ使ってるんで、ちょっとね、どうなんかなと思うけど、性能に、特に不満がないのと、ボディに干渉するからね、ちょっと無理やり削ってありますね。あんまりでっかいサーボ使えないんですよ。なるべくセンターに寄せたかったんで、一番こっち側に耳切って寄せてある関係で、サーボはここに接着してあります。サーボステーに接着して、ここにネジ止めしちゃうっていう。で、あと、これなんですけど、CPR ユニットに見えるかもしれませんが、CPR ユニットに見えるのは、防塵のためのカバーですね。371か。アンプの方が、KO の、見えるかな。VFS1。これグラスホッパーってここがほら、素通しだから、で、ここ、あんまり、なんていうか、カツカツの、ね、メカがついてると、ちょっとグラスホッパーらしくなくなっちゃうんで、一応そういう風なちょっと工作をしています。で、これも、ダミーですけどね、蓋だけくっついてんだけど、ここに。あとは、後ろは、ノーマルのこの縦にしかスイングしない、マウントのまんま、上で止めて固定してあります。これだけで十分ね、固定できてるんだよね。そう。で、後ろ回りは、ホーネットと同じですね。作ったホーネットと。こっちはちょっと、アルミのスイングシャフトとか、チタンのカップとか、貼ったりで付けてありますけど。で、カップは、これは、残念ながらこれタミヤのじゃなくて、京商さんのですね、OT5 ってね、昔オプティマとか、アルティマのノーマルのデフにくっついてた、カップで自作とか改造する場合にすごい、パーツとして使い勝手の良かったやつが、それを使っております。ホイールベースが短いんでね、割とピッチングするんでね、減速の時のコントロール性を上げるために、少し後ろは伸びが大きく。フロントは、まあそこそこですね。これ走らせて決定したんで、そんなに不具合ないんじゃないかな。駆動系なんですけども、見てもわかるかもしれないけども、ちょっとね、一時減速もちょっといじくってあります。ギアの噛み合わせをね、確認するためなんだけど、こういう、こういう風な、
おかげです。どっかね、さっきと持ってって走らせたいんだけどね。どっか遠征するしかないかな。長野の方にいい遊び場があるみたいなんで、そのうちちょっと行ってみたいな。はい、というわけでですね、今日も取り留めのない話で皆様のお時間をいただきました。どうだったでしょうか。皆さんも良いラジコンライフをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。